はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月前半の全体運と仕事のこと、人間関係を星とタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。それから来年の運勢をそろそろ気になる頃ではないでしょうか。来年のね、星の運勢をたっぷりと書いたカペラノートの PDF 版が現在販売になっています。これは PDF 版ということで、カペラノートの製本版をご購入いただいた方はほとんど同じ内容になりますが、少しPDF 特典として、大志座さんの仕事やお金や人間関係に関して書き出していますので、読み物として読みたい方はぜひご検討ください。概要欄からぜひ詳細を見てみてください。そしてたっぷりと12ヶ月活かしていただけたらと思います。では、いきますね。今回12月前半。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。12月前半です。スター、ラバーズ、ワンド5、ワンド8、カップナイト逆、ワンド6、ジャッジメント逆、気をつけることや対策が、ストレングスとソードのページ逆とオラクルはカップの7ですね。ちょっと先に星の話させてください。12月はですね、1日が新月になります。で、この新月は、いて座で起こる新月なんですけど、とっても、皆さんの可能性を広げてくれるような、何かこう広がっていく、発展していくっていうエネルギーとして使えますので、大志座の皆さんはどちらかというと、誰かとの信頼関係をもっと強くしたいとか、もっと自分が安心できる環境の中で生きたいとか、何か家のこととか、親のこととか、そういうの、人とのつながりでもいいですし、もちろん仕事のこと願っていただいてもいいんですけども、なんだかこの発展運とか、広がっていくっていうものが、大志座さんにとっては、家の中とか水面下とか、そういう人とのつながりもですね、表面的なものじゃなくて、信頼とか、そういったところで広がるなって感じがするので、何かそのように、意図していただけたら、さらにそうなっていくと思います。で、それから、11月の26日から12月16日、ほぼ前半は丸々ですね、水星が逆行していますので、少しだけね、スケジュールは余裕を持たせておくとか、何か誤解のないように、人に何かを言いたいときは、誤解のないように、はっきりと伝えるとか、ちゃんと確認するとかっていう風にしてください。それからですね、もう一つ、12月7日から火星がね、逆行するんですけれども、これは前回の動画でも言ったと思うんですが、11月の4日からね、来年の6月16日まで、火星というエネルギーはずっと大志座さんの根底にある、ベースにある土台を作っていくように、応援してくれてるんですね。何か家の中を、まるで家をリフォームしますみたいな感じで、修繕する、しっかりとした家にするために、基盤をちゃんと整えましょうとか、何か心の中に燃えていく情熱があるとか、なんかそんな感じなんですよね。なのでとても、今お仕事も変わろうとしてるとか、環境も変わろうとしてる方とても多いと思うんですけど、それだけじゃなくて、その水面下のね、自分の内側のエネルギーもすごくどっしりとして、何か基礎を作っていこうみたいな感じがあるので、これは本当に焦らずに、来年の前半かけてね、自分のベースを整えていくんだっていうふうに思っておいてください。その中で少しだけ12月の7日から来年の2月24日までっていうのは、火星が逆行しますので、自分では頑張ってるつもりなのに成果が出ていないとか、なんかうまくいってない気がするっていうふうに感じやすいの時なので、いやいや、これはぜひ動き続けてくださいっていう感じがします。ちゃんとその後に収まりますから、目先のことだけで判断せずに、しっかりとコツコツやってほしいなっていうふうに感じがしました。中にはですけど、もしかしたらその怒りのようなもの、本当に言いたいことを言えないとか、怒りというようなものが少しずつ蓄積されてくる可能性もあるので、しっかりと自分が何を求めているのかとか、どんな怒りを自分が持っているかということも客観的に見るのも大事かなとは思います。いずれにしてもですよ、怒りにしても情熱にしても、何かベースを整えるためのものなんだと思っておいてくださいね。
はい。で、その上でのカードなんですが、すごく今、期待があるんじゃないかなって感じがします。やっぱり入り口がスターなので、なんだかいい感じがするぞっていう感じかもしれませんね。お仕事や状況が変わったよとか変わるよっていう方も、あ、きっとこれって変わった方がいいんだろうなとか、何かこう、よし、これからはこうしようみたいな、自分の中で決めていることがある。それがとても自分にとって理想的だし、自分の今の自分にしっくりくるんだ。新しい未来を自分が受け取れる準備ができてるんだっていう感じがしました、これは。いいですね。その調子でいってほしいですね。はい。そして、なんか新しい、今までだったら、こう、保証とか安定とか、そういったものを基準に考えていたことが、ここからは本当に人生楽しまないととか、自分が納得する生き方をしないとみたいな形で、新しいものとか未経験のことを自分の人生に許していこうかなっていう感じかもしれません。これまでだったらその保守的なエネルギーの方が強かったかもしれませんが、いいんじゃないかな、これでも、みたいな感じで、新しい自分というものを許していく。そしてもっと自分に優しくなっていくみたいな感じがします。だからなのか、とてもなんかね、想定通りではない感じがするんです。自分が考えているような、こうなって、ああなって、こうなってっていう道筋ではなく、突然入ってくるとか、突然やってくるものがあるって感じがします。突然流れてくる感じですね、これは。チャンスがです。もしかしたら自分がどこかに行くっていうような思いが自分の中に湧いてきて、あ、やっぱりこうしようかなみたいなこともあるかもしれませんし、なんかこう急に人生の展開が早くなったみたいな感じ、展開が早い感じがしますね、とてもね。そして、で、これはとても楽しめますよ。今まではなんかその展開についていくのが必死だったりとか、やることいっぱいあるなみたいな、こう、わちゃわちゃしてる感じが多少あったと思うんですけども、なんかそれも乗っていける。あ、もう今これが来てるっていうことはそういうことだよね、みたいな形で、なんか軽く乗っていける感じがするんですね。いいですね。その調子でいってほしい感じです。そして、ここから先なんですけども、なんかね、やっぱりこう、誰かからの優しさがすごく届いてますね。これは前回も言ったかちょっと覚えてないんですけど、誰かがお医者さんをサポートしたいとか、助けたいとか、優しくしてあげたいっていう気持ちがすごく来ています。でもそれをお医者さんはまだしっかりとキャッチしていないというか、全部を受け取ってない感じがするんですね。なんかそれあくまでも社交辞令で言ってくれてるだけでしょとか、本当に真からそう言ってくれてるわけじゃないんじゃないかなみたいな感じでちょっと疑ってる感じがあるんですね。でも届いてますよ。優しいエネルギーがとても。これは特にね、12月の21日まで、こう人との信頼とか、深いところで愛が届くねとか、親の思いだったりとか、優しさだったりとか、守られているものっていうものがこう見えないところから届いている時なので、ぜひ受け取ってほしいなと思います。そして、今はたとえ、何かちょっとなみたいな、ちょっと怪しいなとかね、疑っていたとしても、ここからね、勝利っていうカードになっているので、いずれにしてもお医者さんにとってはプラスに働くんだなって感じがします。もしかしたら、お医者さんが誰かに何かをしてあげたいとか、優しくしてあげたいとか、もっとこうしてあげたいっていう思いがあって、それをうまく表現できていないのかもしれませんね、ご自身が。だけど、できていなかったとしても、届いていないと思っていたとしても、実は相手はキャッチしてくれていて、嬉しいことを聞いたよとか、良かったねっていうことで、何か自分にとっての、こう、ガッツポーズっていうのかな、勝利っていう感じがするんです。なので、もし今、突然来てる話だったりとか、これは家族のことも含め、仕事のことも含めなんですが、新しい可能性っていうのが突然来てるとしたら、それに対して自分でそれをコントロールできるよって、それを自分がうまく活かせるよって感じで言われています。たとえここでジャッジメントの逆が出ていたとしても、この逆っていうのは、ご自身がなんか遠い昔で感じていたことの結果としては、現在は違うけれども、最近受け入れた新しい可能性に関しては、十分勝利だねって感じなんですよね。だから昔から思い込んでいたこととか、だいぶ昔に願っていたことに関しては、もしかしたら自分の思い込みっていうものもすごくあったかもしれないし、それは違うんだなっていう結論に至るって感じがします。うん。そして、なんだかやっぱり、星を見たり、カードを見たりとかして感じるのが、なんか今すごく愛に溢れてるなって感じがしますね。誰かから愛されているとか、自分も誰かを大事に思っているとか、なんか、いや、私誰もいませんっていう方もですね、亡くなった人も、すごく自分を応援してくれてるとか、そういう感じで温かい感じが、すごくします。
で、この温かい感じで、あ、ちゃんと自分は守られてるんだって思いながら、新しい道に進んでいってほしいなって感じがするんですね。なので、まだね、この12月前半の部分では、じゃあ絶対こうするぞみたいに決めてるわけではなく、ご自身の中で、ああ、こうかもしれないな、ああかもしれないなっていう可能性はすごく見えてきてます。まだ決めなくていいと思いますね。このカードが今出てるっていうことは。もう少ししてから、年明けとかにおそらくね、今年の目標とか立てるかもしれませんが、その時にははっきりしてるかもしれませんね。今はいろんな可能性が自分の中に見えてきて、これはいい傾向ですよって。そして、自分の中ではその可能性を書き消したくなる時や、疑いたくなる時や、否定したくなる時もあると思いますが、すべての条件を満たすからできるというものでもなく、そして、すべてのリスクを取り除くからできるというものでもなく、単に大志田さんの中にある愛情が膨らんだ時に、それを自分で感じた時に不可能を可能にできるんだよって感じがしました。あったかい。なんか、とても。はい、これを踏まえた上でお仕事見てみますね。仕事ね。ちょうど7日あたりから、価値観っていうものもね、仕事に対してとか何か思っていたことに対しての思いもなんかちょっと変わる感じがするので、見え方は随分変わるでしょうね、仕事に対しての。ソードの2。ソードのキングですね。そしてソード8の逆ということで、お仕事に関しては非常に厳しい、パリっていうかキリッとしたエネルギーになりましたね。全体はなんか愛って感じがするんですけど、仕事ってなったら急にすごく厳しい目線で今の現状を見ているという感じです。もしかしたらお仕事の状況が厳しいのかもしれませんね。今携わってる仕事とか会社の状況自体があんまりいい傾向ではないというか、なんとかこのまま続けられるかなみたいな感じで、いや、このままここにいるんだったら思い切ってもう手放しちゃった方がいいんじゃないかなとか、もしくは上司に対しての今はストレスが少し高くなってるかもしれませんね。上司が厳しいように感じてるかもしれません。ここでやっぱりソードのキングが出てるので、言ってることは正しいのかもしれないし、先輩だったり、上司だったり、社長だったりっていうのは、そこから教えをね、もらわなければならないでしょうけれども、なんとなくそれが正論だけじゃなく、相手の厳しいエネルギーとして、お医者さんには届いているのかもしれませんね。だからこそ、なんかもう、自分がここですごく思いを込めて頑張っていくっていうことが報われないのであれば、違うのかなみたいなことを感じたりとか、またはもう、変わろうと決めている方にとっては、どこまで何をしてくれるんだろうか、この会社はとかね、この仕事はみたいな形で、なんだかとってもピリッとしたエネルギーになりますね。なので、ちょっと対策としては、力を抜くってことですね。なんか相手の、なんとなくですけどね、お仕事っていう人見たときに、仕事の環境や誰かその人から来るエネルギーが冷たいような感じがしてるような気がするんですけど、そこに自分が対抗するかのように、守るために自分もカチッとしたエネルギーになってるかもしれませんが、大丈夫ですよと。大志田さんが持ち合わせてるエネルギーはもっとどしっとしてるエネルギーで、もっと豊かなエネルギーなんですよっていう感じで言われてます。そしてこれまでやってきたことや経験したことっていうのがもう全部自分の身になっているので、仕事に対して少し表面的になんか今ささくれてるなみたいなエネルギーがあったとしても、そこに自分が本当に傷つけられるわけじゃないですよっていう、それを忘れないでくださいねっていうのがメッセージだと思いました。はい。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係。豊かさっていうことでね。ペンタクルの10、ワンド4、エンペラー、いいですね。人間関係豊かですね、今ね。とっても、あまりちょっと見にくいかもしれませんが。ドーンって感じで来ました、今。これ、エネルギーがドーンって。もう本当に、今のこの豊かな感じっていうのは、
ご自身が作り出してるんだよっていうことを覚えておいてくださいね。自分が今自分自身に期待しているとか、これからの未来に期待しているとかもそうだし、なんか今いい流れ来てるってことはこれ乗ってるってことかなっていうことかもしれないし、その新しいものを受け入れよう、今の自分を受け入れようとしてる自分ってとっても豊かなんですよね。でこの豊かな感覚だからこそ人間関係もすごくうまくいくって感じがあり、なんだかね安定してます。とっても強く安定してます。誰かとの関係においても非常に穏やかだし、一人でいたかったら一人でも入れますけど、誰かと関わることによって乱されることなく、その人がいるからまた成り立つものがある、別の人がいるから成り立つものがあるということで、とても安定したエネルギーです。そしてそこから生まれる豊かなクリエイティブなものや生み出せるものや、その関係性の中で自分の力っていうものも思い出すみたいな感じがあるので、人を通してのエネルギーはとてもいいですね。また恋愛は恋愛でちょっと別動画で撮りますので、一般的な関係性だと思っておいてください。いいですね。自分の、強さや、力をちゃんと自覚してるって感じです。そんな感じかな。まあ今オラクルがねやっぱりペンタクルスカップの7なので、こういろんな可能性が見えてきてる。あれもできるな、これもできるな、こういうのもいいかもなみたいな感じで膨らませるっていうのが一番いいことのような気がします。喜びとか可能性とか愛情とかをたっぷり感じておいてくださいね。なかなかないですもんね、そういう時ってね。じゃあちょっと最後にもう一枚引かせてください。はい、このカードが出ましたがいかがでしょうか。自分の中に英知があるよって感じがしますね。皆さんもねご自身の直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。自分の中にしっかりとした答えがある、誰にも揺さぶられない思いがあるっていう感じです。それが自分を守っている、自分を導いているっていう感じがしますね。強い。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。また準備ができ次第恋愛動画も撮っていきますので楽しみにしててください。ということでありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。